コンバットの歴史。紀元前6500万年、ストレンジリアルの世界に巨大隕石が落下。それにより恐竜が絶滅します。これがエースコンバット内最古の記録です。次の記録は12世紀。ベルカ領土内、エーデルバッサー湖の湖畔にシティア城が建設され、以後400年間ベルカ船抵抗の居城として使われます。16世紀にはオーシアでスタッフォード提督によりオーシア海軍第3艦隊が創設されます。20世紀に入るとオーシアとベルカの領土拡張が盛んになります。やがて両者は衝突。1905年、オーシアはベルカに対して宣戦布告、オーシア戦争です。この戦争の勝敗はまだ明らかになってはいないものの、1910年には終結します。戦時中にベルカは世界初の空軍を組織し、戦争初期には偵察機を、終戦間近には爆撃機を実戦導入しました。1970年代、ベルカ連邦の東部地域での独立運動が活発化。しかし、ベルカ政府は独立を許さず、軍を送り鎮圧を試みます。レプタ紛争です。最強として名高いベルカ空軍はコールシへと電撃侵攻。するつもりが、ベルカ空軍はレプタ空軍に大苦戦。マインツ山地上空で膠着状態へと陥ります。しかし、ベルカ公国空軍第51航空師団第126戦闘飛行隊ビルバー隊隊長ディトリッヒ・ケラーマンの活躍によりベルカ空軍はマインツ山地を突破。レプタ解放戦線の本拠地であるコールシへ侵攻。ベルカ側の勝利により終戦、レプタの独立も阻止されました。1980年代、オーシアとユークトバニアは極度の冷戦状態にありました。両国は弾道ミサイルの発射施設や防衛兵器の研究に力を入れます。ユークトバニアではアーセナルシップ弾薬庫戦艦構想に基づいて、新白紙級潜水空母の開発をスタートします。オーシアでは戦略防衛構想 SDI に基づき大気軌道宇宙機案が立案。しかし、開発開始は新白紙級潜水空母の性能向上までお預けとなります。また、冷戦に関係のないベルカもミサイル防衛装置の研究に乗り出し、1981年にはレーザービームで弾道ミサイルを迎撃するレーザー兵器 X キャリバーの開発を始めます。これにより、ベルカ連邦の軍事費が増大財政難に陥ります。1988年、ベルカ政府はベルカ連邦法を改正、東部地方の独立を許します。2月にはケベートが5月にはウステオ共和国が独立します。1990年、国内でのデモを乗り越えてタウブルクに X キャリバーが建設されます。また、同年9月ユークトバニアは新型潜水艦新白紙級潜水空母の性能を向上。これに対抗する形でオーシア連邦は大気軌道宇宙機案を承諾、アークバードの開発が始まります。さらに、オーシア連邦は戦略衛星軌道放送部の開発、建造を開始します。また、オーシア連邦はベルカ連邦に五大湖周辺の地下資源開発を提案。当時財政難であったベルカ連邦はオーシア側の提案を了承。しかし、オーシア政策の採算見積もりに細工がしてあったことが発覚。さらにウステオやケベートの独立にオーシアの手が回っていたことが発覚。そんでもって、ウステオから莫大な地下資源が発見されたことも発覚。ベルカ国内で反オーシア感情が高まります。翌年12月、オーシア大陸東部諸国の間で民族に基づいた国境線引き直しが実施。ケベート南部がレプタとして独立。ウステオは東部をラテオに割譲します。1995年3月25日ベルカ連邦はオーシアやウステオを含む周辺国に宣戦布告。ベルカ戦争です。準備不足の各国は伝統のベルカ空軍の前に敗走。ウステオ共和国は首都ジレプタスを占領され山岳地帯へと撤退を繰り返します。正規軍の多くを失ったウステオは外国人傭兵部隊を組織。エースコンバットゼロの主人公、サイファーはウステオに雇われます。そして同じく傭兵として雇われたククシー・ラリー・フォルクと共に、
ウスティオ空軍第6航空師団第66飛行隊ガルムに編入。1番機をサイファーが2番機をピクシーが務めます。ガルム隊はウイジンにてベルカ空軍所属の爆撃機を撃墜。ウスティオの残存軍は首都を取り返すため西へと進行します。また、ガルム隊はウスティオとベルカの国境に位置するベルカ絶対防衛戦略空域 B7R 通称円卓への偵察を行います。しかし、敵のエース部隊と交戦することになります。マーセナリーではロト隊、ソルジャーならグリューン隊、ナイトならインディゴ隊と交戦します。もちろん我らがサイファーは全機撃墜無事帰還します。そして5月13日、連合軍はウスティオ共和国首都ディレクタス解放作戦を行います。途中、ベルカのエースパイロットゲルプ隊がディレクタスに接近したものの、サイファーによって撃墜。ウスティオ共和国は解放されました。この頃ベルカが核兵器を製造しているとの情報が入り、核査察を目的に連合国はベルカ領内へと侵攻します。5月19日、ガルム隊が連合国の輸送機を護衛中に、X キャリバーのレーザー攻撃を受け輸送機は撃墜されます。ガルム隊は同じくウスティオの外国人傭兵部隊であるグロー隊と共に X キャリバーを破壊します。5月28日、円卓内で大規模な空戦が勃発。この空戦には連合国側としてオーシア空軍のソーサラー隊やウィザード隊、後のエースコンバット後に登場するバートレットが参加していました。しかし、ベルカのエース部隊が現れます。マーセナリーならシュバルツェ隊、ソルジャーならシュネイ隊、ナイトなら空軍アカデミーから最前線へと呼び戻されたケラーマン率いるビルバー隊と交戦します。中でもシュバルツェ隊は特殊で、ベルカ空軍の脱走兵を撃墜する特戦隊でありエスケープキラーやハゲタカと言われています。この日は脱走しようとしていたウォルフガング・ブフナーの血の親父さんを撃墜するために円卓へと侵入。しかし、そこにサイファーが現れてしまい目標を撃墜できませんでした。ちなみにシュバルツェ隊からの追跡をかわしたウォルフガング・ブフナーはベルカ軍のアシュレイ・ベルニッツによって撃墜されます。また、アシュレイ・ベルニッツはオーシア軍のバートレットも撃墜します。サイファーはこの空戦での活躍から円卓の鬼神と呼ばれるようになります。6月6日、核爆弾を搭載した爆撃機がウスティオへ向かっているとの情報を受けガルム隊はシティア城上空へ急行。爆撃機を全機撃墜します。その直後、ベルカ軍は防衛線に沿って6つの核爆弾を起爆。これによって巻き起こった電磁波障害と通信混戦により戦場が混乱する中、ピクシーがサイファーを攻撃。その後作戦範囲外から離脱。迎えに来たウィザード1と共にレーダーからロスト、消息を絶ちます。また、同時期にハートブレイク1が円卓から帰還。核兵器による通信の混乱に乗じてウォルフガング・ブフナーを自身の編隊員だと偽り保護します。ベルカ国内では核兵器により1万2000人が死亡。ベルカ政府は終戦への準備を進めることになります。一方でサイファーは欠員補充により加わった PJ と共に未だに抵抗を続けるベルカ残党部隊の掃討を開始。そして1995年6月20日、南ベルカ国境沿いの都市ルーメンにて停戦条約が結ばれベルカ戦争は終結します。ベルカ連邦が解体されます。南ベルカはオーシアに合併、ノースオーシア州となります。これにより南ベルカを本拠地とする南ベルカ国営兵器産業省は軍需企業ノースオーシアグランダー IG に改組します。そして半年の月日が流れ、1995年12月25日、北ベルカで多国籍クーデター組織国境なき世界による大規模なクーデターが発生。彼らはこの世から国境をなくして争いをなくすことを目標に、先の戦争でベルカ連邦が開発途中であった重巡航艦載機 XBO フレスベルクを用いて、ノースオーシア州、ルーメンを爆撃。次にサイファーの所属するバレー空軍基地を爆撃。しかし、ガルム隊の離陸を許してしまいます。サイファーは途中、元サピン王国空軍のエスパーダ隊による妨害を受けたものの、XBO を破壊します。一方で、国境なき世界は北ベルカ、ムント渓谷に位置するアバロンダム地底施設を接収。新型核兵器である V2 ミサイルの発射準備を開始します。これに対し連合軍は V2 の破壊作戦を開始します。ガルム隊はアバロンダムへと飛行。しかし、
道中に位置する B7R にて敵エース部隊に遭遇します。マーセナリーではソーサラー隊、ソルジャーではゴルド隊、ナイトならウィザード隊と交戦。エースたちはサイファーにボコボコにされます。そして、ついにサイファーはアバロンダムへと到着。V2 のコントロールパネルを破壊します。V2 コントロールパネルの破壊後、ピクシーが現れます。ベルカが核爆弾を起爆したあの日、ピクシーは国境なき世界へと移籍。ノースオーシアグランダー I。G の開発した新型戦闘機 ADF-X1 のテストパイロットとしてサイファーの目の前に現れます。そして遠隔操作で V2 を起動します。Of the enemy craft. Codenamed Morgan. This plane is protected by an ECM defense system. Its only weak point is in the front air intake. You'll have to attack it head on. Go, take down Morgan. You're the only one who can stop him. Name the Lord of the Round Table. I pray for your success. Come on, let's go back home. Wouldn't want to keep anyone waiting for you. こうして、国境なき世界によるクーデターは阻止されました。また、連合軍は V2 の存在を隠蔽。サイファーの存在も歴史の闇に消えていきます。また、今回の戦争で冷戦状態であったオーシアとユークトバニアが協力したことにより、関係性が好転。装具の存在理由もなくなり、建造途中のまま衛星軌道上に放置されることになります。少し時を戻し、ベルカ戦争開戦の1年前、1994年、ユージア大陸南部、シールズブリッジ大学にてとある小惑星が発見されます。その名も 1994XF4 通称ユリシーズ。同年12月には、IAU 国際天文学連合はユリシーズが数年以内に地球に接近、衝突する可能性があると発表します。コモナ大学は特にユージア大陸とアネア大陸での被害が大きいと予測。各国は隕石からの防衛手段を考案。ユージア大陸では各国の協力のもと、サンサルバシオンに隕石迎撃砲ストーンヘンジが建設されます。一方でストーンヘンジの射程外であるアネア大陸は独自の対策を考える必要が出てきます。エストバキアは迎撃砲、シャンデリアを建設、エメリアは地下シェルターを建設します。1997年、ユージア大陸南部の国々がオーシア連邦とスプリング海条約を結ぼうとします。それに対して北部西部の軍事国家が反発。そして条約調印式の当日に大規模軍事クーデターが発生。ユージア大陸紛争です。クーデター軍は南部へと侵攻。追い込まれた南部諸国は傭兵部隊を組織。エースコンバットに 3D の主人公、フェニックス率いるスカーフェイス隊が参戦します。これにより6ヶ月後にクーデターは鎮圧され、スプリング海条約は白紙になります。
また同年には新白紙級潜水空母2番艦であるリム白紙が就役。さらに新白紙級潜水空母の改良型である潜水航空巡洋艦アリコーンの開発を開始します。1999年7月8日ユリシーズが地球に落下。無数の破片となり、ユージア大陸及び、アネア大陸へと降り注ぎます。ユージア大陸ではストーンヘンジによる迎撃が成功したものの、ストーンヘンジ南東にも隕石が落下、8機あるストーンヘンジのうち、1機が故障します。こうしてユージア大陸では約50万人が死亡。100万人近い人々が難民となってしまいます。一方でアネア大陸ではエストバキアだけに隕石の破片が飛来。しかし、頼みの綱であったシャンデリアの建造は間に合わず、大量の隕石が着弾。難民が大量に発生、エストバキアの官僚や政治家は国外へと逃亡、政府機能は麻痺状態に陥ります。そして、政府の代わりに軍閥が分割統治することになります。話は戻ってユージア大陸。ユージア大陸でも難民が大量に発生。難民たちは難民受け入れ国として期待されていたエルジア共和国に集中。2000年4月すでに20万人の難民を受け入れたエルジア共和国は難民の受け入れを拒否します。しかし、各国はエルジアを非難、100万人に近い難民をエルジアに押し付けます。2003年、エルジア共和国は難民を押し付ける東部諸国への武力侵攻という形で事態の解決を図ります。第一次大陸戦争です。エルジア軍はサンサルバシオンへと侵攻、ストーンヘンジを占拠します。そしてストーンヘンジを対空砲として使用。ユージア大陸ほぼ全土の制空権を掌握します。これに対し、エルジアとサンサルバシオンを除く、ユージア各国は ISAF 独立国家連合軍を結成。しかし、ストーンヘンジによる対空攻撃により ISAF は壊滅。残存勢力は大陸東部の島国ノースポイントへと撤退します。これによりノースポイントも大陸戦争へと参戦。ノースポイント空軍のパイロットであったメビウス1は ISAF に派遣されます。9月19日エルジア軍の工作員がノースポイントの早期警戒レーダーを破壊。ノースポイントへとエルジア軍の爆撃機が飛来します。しかし、メビウス1は爆撃機を全機撃墜。ここから ISAF はユージア本土への侵攻を開始します。11月23日 ISAF はコンベース港に停泊するエルジア主力艦隊エーギル艦隊を攻撃。無敵艦隊を壊滅させます。なお、この戦闘でエーギル艦隊機関、戦艦タナガーのマティアス・トーレス艦長は沈みゆく戦艦の中で、的確な対艦指示とダメージコントロールにより多数の乗組員を生還させたとして軍から勲章を授与されコンベースの英雄と呼ばれました。ここから ISAF は反攻を開始します。1月24日には ISAF がユージア本土へと上陸。そして4月2日 ISAF はストーンヘンジ破壊作戦を決行。メビウス1は稼働中のストーンヘンジを全て破壊します。しかしそこにエルジアのエース部隊、黄色中隊が現れます。メビウス1は黄色の4を撃墜、黄色中隊は撤退していきます。ストーンヘンジの破壊により制空権を取り戻した ISAF は大陸西部へと進行。9月19日、ISAF はエルジア共和国首都ファーバンティ制圧作戦を開始。メビウス1は黄色中隊を全機撃墜。陸軍がエルジア軍司令部を制圧したことによりエルジア共和国は ISAF に降伏しました。しかし、降伏を拒否したエルジア軍の若手将校の一部が、ブインクル諸島にあるミサイル発射基地メガリスを占拠。ミサイルを用いて軌道上に残るユリシーズの破片を落下させようと企みます。しかし、メビウス1により阻止されました。こうして大陸戦争は ISAF の勝利で幕を閉じました。少し時は戻り2004年、オーシア連邦にてハーリング大統領が就任します。大統領はユークトバニアと共同でアークバードを建造。静止軌道上に浮かぶ、ユリシーズの破片の除去に使われることになります。2005年、ベルカ戦争の終戦から10年が経ち、ベルカ戦争に関する一部の資料が公開されました。ジャーナリストのブレット・トンプソンは、資料の中からサイファーに関する記録を発見。彼に関する情報を集めるため、サイファーと交戦した数々のエースパイロットに取材します。そこで ISAF の歩兵部隊に義勇兵として参加していたツクシーへのインタビューが行われます。
これらのインタビューやサイファーに関する記録は OBC 報道ドキュメンタリー番組ベルカ戦争の真実にて放送され、高い評価を得ることになります。2006年、ユージア大陸にてエルジアの残存部隊が武装勇気、自らを自由エルジアと名乗ります。これに対して、ISAF は退役したメビウス1を呼び戻します。そしてメビウス1は短期で自由エルジアを壊滅させます。これに合わせて ISAF は解散、平和維持機能を IUN 国際停戦監視軍が引き継ぎます。2010年9月23日、オーシア西海岸に国籍不明機が接近。近くで訓練飛行中であった、サンド島空軍基地所属のウォードッグ隊がアプローチします。しかし、通信指令室のミスにより訓練生が国籍不明機に接近撃墜されます。最終的に教官機3機、訓練生機7機のうち隊長のジャック・バートレットと訓練生の長瀬圭のみが生き残ります。そして欠員補充のため新人パイロットのブレイズとチョッパーがウォードッグ隊に加わります。翌日、オーシア領のランダース岬上空に偵察機が侵入、ウォードッグ隊が通信を試みます。そこに国籍不明機が侵入。ウォードッグ隊により全機撃墜されます。2日間にわたる国籍不明機の侵入経路はいずれもユークトバニアが位置する西方からだったため、オーシア側ではユークトバニアの関与が疑われたものの、しかし国民のパニックを防ぐためこれらの情報は報道されませんでした。9月27日、サンド島に正体不明の情報船が接近。無人偵察機を射出します。ウォードッグ隊が出動したものの、情報船からのミサイル攻撃によってバートレットがベイルアウト。そのまま、情報船に回収され捕虜にされてしまいます。その直後、ユークトバニアが正式に宣戦布告。環太平洋戦争です。ユークトバニアは宣戦布告と同時にセントヒューレット軍港に停泊中であった空母ケストレルを旗艦とするオーシア第3艦隊を攻撃します。しかし、ウォードッグ隊の援助により、空母ケストレルは港から脱出、内海へと避難を開始します。同日19時ユークトバニアはサンド島空軍基地を空爆、ウォードッグ隊がそれを阻止します。また、この戦闘からウォードッグ隊4番機としてグリムが加わります。9月30日、ユークトバニア所属の新白紙級潜水空母が第3艦隊へと向けて3弾ミサイルを発射。空母ケストレルのみが生き残ります。オーシア軍は新白紙級潜水空母に対抗するため、アークバードに攻撃用レーザー兵器を搭載します。10月4日、ユークトバニア艦隊がサンド島の揚陸を開始、ウォードッグ隊も訓練生を連れて反撃します。しかし、戦闘中に新白紙が3弾ミサイルを発射。それをアークバードがレーザーで迎撃します。さらにアークバードは対戦哨戒機のデータを元に水中へとレーザーを発射。新白紙のバラストタンクを破壊、強制浮上させます。そしてウォードッグ隊が新白紙を破壊。ここからオーシアの反攻作戦が開始されます。10月22日、ウォードッグ隊が哨戒任務中にオーシア連邦の大統領であるハーリング大統領の乗る輸送機に遭遇。しかし、情報を嗅ぎつけたユークトバニア軍が登場。また、輸送機内にスパイが潜んでおり輸送機が不時着します。そこにアシュレイ・ベルニッツ率いるオーシア空軍第849飛行隊が飛来、護衛任務を引き継ぎます。その後、849飛行隊によってハーリング大統領は拉致され、ベルカ領のシティア城に幽閉されます。一体、849とは何者なのでしょう。時は遡り、ベルカ戦争の終戦後、ベルカ戦争で7つの核を起爆させた、軍の強硬派灰色の男たちは終戦後、ノースオーシアグランダー ID 協力のもと、オーシアユークトバニアの両国にアグレッサー部隊として潜入。オーシア連邦にはアシュレイ・ベルニッツ率いる849飛行隊自称グラーバク戦闘機隊が、ユークトバニア連邦共和国にはミヒャエル・ハイメローと率いるオブニル対抗将が潜入しています。灰色の男たちはユークトバニア交戦派に支援を開始。結果として、ユークトバニア交戦派が極秘裏にユークトバニア共和国の国家元首ニカノールを誘拐。そして様々な工作活動によってオーシア・ユークトバニアの関係性を破壊。環太平洋戦争を開戦させます。そして戦争拡大のため、平和主義者のハーリング大統領を誘拐しました。
全ては祖国ベルカを滅ぼした超大国への復讐のため。ならまずは滅ぼすべき国家があるような気がしますが、話は戻って10月25日、灰色の男たちがアークバードへの補給物資に爆発物を混入。アークバードはミサイル迎撃能力を失います。その後、灰色の男たちはアークバードを占拠。某 IG 社から提供された V1 核兵器の搭載準備を行います。さらに、アークバードを介して建造途中であった装具の建造を再開します。11月1日、ついにオーシア軍がユークトバニアへと上陸。ウォードップ隊もユークトバニア本土への任務飛行を行います。11月2日、ウォードップ隊が任務中に敵の電子戦機が登場 AWACS との通信が途絶えてしまいます。その隙を見ては地492飛行隊が作戦空域付近の大学に機銃掃射。ウォードップ隊に疑惑の目が向けられます。オーシア首都オーレット。ここにはまだ戦いの空気は及んでおらず、平和の香りに満ち満ちている。それは我々じゃありません。我々が駆けつけた時にはすでに。そうです。無線で聞こえたところでは第8492飛行隊という部隊が。8492君たちの説明はそればかりか。我が国はそんな部隊番号を持つ飛行隊は存在しないのだよ。なんだってんだ。こうして、有罪となってしまったウォードップ隊。しかし、司令部は人手不足のためウォードップ隊を出撃させることになります。また、ユークトバニアは先ほどの8492による無差別攻撃をオーシア軍によるものと捉え、オーシア首都への報復攻撃を開始します。しかし、ウォードップの妨害により失敗に終わってしまいます。また、この頃、オーシア軍はユークトバニア首都方面への侵攻を開始。しかし、アネア大陸北部、ラーズブリーズ海峡に停泊中の新博士級潜水空母2番艦、リム博士による3弾ミサイルにより妨害されてしまいます。そんなわけで、ウォードップ隊はリム博士を破壊。北の悪魔ラーズブリーズと呼ばれていたリム博士を破壊したウォードップ隊は、オーシア軍からはラーズブリーズ海峡の英雄、ユークトバニアからはラーズブリーズの悪魔と呼ばれることになります。11月29日、ウォードップ隊はノベンバー市で行われた平和式典にて、展示飛行を実施。そこにユークトバニア軍機が登場。AWACS はすぐさま支援を要請。しかし、おそらく灰色の男たちによる電子妨害により支援が届くことはありませんでした。また、8492飛行隊は空襲が演習であると嘘をつき結果として応援の到着が遅れ、チョッパーが戦死してしまいます。しかし、それでも止まらないオーシア軍の快進撃。戦争の長期化を望んでいた灰色の男たちは快進撃の原因はウォードップ隊にあると考察。8492飛行隊はウォードップ隊を強襲します。ウォードップ隊は8492はベルカ人であるとの通信を傍受。そして包囲を突破、サンド島に無事帰還します。首都の大統領府にハーリング大統領の姿がないと聞いたら驚きますか？驚かないね。今のオーシアが進める強硬な戦争は大統領が進めてきた平和政策とおよそ相入れないからね。ユークトバニア本土侵攻の少し前からだろ？その通りです。それ以来大統領が執務室を出てきたのを見た者はいない。僕の知人の記者たちがそう言っています。大統領の意思表明は副大統領を通じて行われ、そして軍縮に反対して退職した軍人たちが首都に復活し始めていることも。こっちも分かったよ。例のオーシアに潜り込んだベルカ人アグレッサー部隊は8492飛行隊というらしい。もう一つ驚かないでほしいんだがね、ハミルトン隊は以前8492飛行隊への派遣将校だったらしい。なんですって？彼らが帰ってきた。石頭の司令官に訴えてもダメ。彼は平和主義者の大統領のことをバカにしてた。副官のハミルトン隊員のところならどうでしょう？了解。私と隊長はそっちへ。軍にはジュネットと親父さんに知らせて。ええ、気をつけて。なんだって？隊長と永瀬隊員がハミルトンのところへ行った？
どうしたんすか？俺なんかまずいこと。急ごう。ええ。隊長たちはもう間に合わない。こうなったら基地司令官に話そう。よく来たな、徳務少尉。今君を呼びにやろうとしていたところだ。私を？搭乗員から親父さんと慕われるピーター・ N ・ビーグル特務少尉。君とバートレットは15年前敵地上空で撃墜されたことになっている。当時バートレットの所属する部隊の本部は壊滅し、あらゆる記録はベルカ人の電磁兵器の前に混乱していた。味方の前線までたどり着いた君を自分の変態員だと証明したのがバートレット自身の言葉だ。本当にそのバートレットはスパイだった。本当は君は何者なのだ。証明できまい、自分の軍歴を。発見したい逮捕せよ。奴らはスパイだ。実弾を用いても構わん。ハミルトンが司令官をたぶらかしてたんだ。ぶん殴ってやったわ、あいつのこと。あいつ少佐の階級章つけてやがった。何者かわからないが、両国の間に亀裂を作って戦争を拡大しようとしている者がいる。このままオーシアが勝ち続ければ戦争は終わる。そのために私たちを？まさか。君たちは今ではオーシア軍の指揮の柱なんだ。そして今では知らなくてもよい秘密まで知ってしまった。大統領の行方不明という。親父さん、あなた一体。ダメです。格納庫の僕らの機体は抑えられてます。裏の C 格納庫、あそこなら手薄かもしれない。ええ。けど、あそこにあるのは。物持ちのいいことは救いだね。やってみよう。練習機でここを脱出だ。ジュネット君、私の功績に乗りたまえ。こうしてゴードック隊のブレイズ、長瀬、グリムと整備兵の親父さん、記者のジュネット、犬のカークは練習機で3度島を脱出します。しかし、逃走中にはチヨン級に飛行隊に遭遇。しかし、かつてベルカのエースであった親父さんの操縦テクニックによりはチヨン級にを巻きます。するとそこに空母ケストレル所属のスノー隊が接近してきます。発光信号だ。信じろ。ベイルアウトせよ。ベイルアウトしろだって。信じようじゃないか。ジュネット君、出たまえ。サンダーヘッド、一機撃墜した。こちらのレーダーでも捉えた。撃墜を確認。こちらティクス。洋上に浮遊物なし。レーダー像が消えた。全機撃墜確認。後で勲章くれよ。
こちら C ゴブリン。撃墜された機体の浮遊物を発見した。搭乗者の姿は見えない。脱出できずに機体とともに沈んだ模様。了解。 C ゴブリン起動せよ。さあ行こうぜ。新天地を用意してある。アンダーセン艦長、歴戦の空母ケストレルをここまで生きながらえさせてきた男。いやー、全く自分など負け戦ばかり繰り返してきた男です。だが開戦以来一段も被ったことがないこの艦なのだ。船に傷がつかなくても艦載機を出すたび帰ってこない部下の数が増えるというのは辛いことです。とうとう搭乗員は分隊長のスノー隊員一人になりました。飛行機のない空母はお役御免です。ここで昼寝をしております。私は前の戦争が終わる頃、自国の都市の上に核兵器を落とす役を仰せつかりました。命令拒否して脱走した私を拾ってくれたのがバートレット大尉です。ブービーというのはその当時の彼のあだ名だった。不思議な男でしてね。以来15年間昇進していません。私の国には灰色の男たちと呼ばれる連中がおりました。今でもいるはずです。彼らにとって裏切り者の私をかくまい続けたのがバートレットです。時にハーリング大統領の行方のことですが、やはり灰色の男どもが。うちの船で一隻高い傍受能力を誇る通信情報艦がおります。アンドロメダ。ベルカ語の秘密通信を傍受しましてな。そのために大佐、あなた方にお越しいただいたのです。激しい飛行は体に応えます。これからは彼らの時代です。しかし機体の方は南ベルカの会社がユークにこっそり輸出しようとしていたのを倒しました。よりどりみどりです。12月9日、アンドロメダがベルカ語の無線を傍受。ハーリング大統領がベルカ公国領内のシティア城に幽閉されているとの情報をつかみます。ウォードッグ隊は新たな仲間スノー隊を連れ、ヘリ部隊シーゴブリンと共に古城へと向かい、ハーリング大統領を救出します。ハーリング大統領が帰還後、アンドロメダが暗号を探知。ベルカ領内のイエリング鉱山にて怪しい動きがあると探知します。大統領はウォードッグ隊とスノー隊による混成部隊をラーズグリーズ隊と命名。彼らは大統領直属の戦闘機部隊になります。12月11日ブレイズがイエリング鉱山への偵察を実行。鉱山にて、ベルカ戦争で起爆された V1 核兵器を撮影します。これにより、灰色の男たちが封印された V1 核兵器を掘り起こしていることが判明。翌日、ラーズグリーズ隊が鉱山を破壊。これ以上 V1 の入手は不可能になります。しかし、灰色の男たちはすでに2発の V1 を持ち出しており、1発はアークバードへもう1発はユークトバニアへと輸送されます。12月6日、ユークトバニアの反政府レジスタンスがユークトバニアに輸送された V1 を強奪。ユークトバニア軍に追われることになります。そのため、レジスタンスは無線でラーズグリーズ隊に助けを求めます。ラーズグリーズは、ユークトバニア軍東部にいる飛行隊を撃墜。レジスタンスは核兵器を分解し、部品を海底に投棄します。アンドロメダは再びベルカの暗号指令を解読。灰色の男たちがアークバードを用いてユークトバニアを V1 で攻撃しようとしていると判明。ラーズグリーズ隊はアークバードを破壊します。またまたアンドロメダが通信を取得。
バートレットがレジスタンスと共にユークトバニアのニカノール首相を救出したと判明します。ちなみに、バートレットは捕虜になんかなっていません。捕虜収容所への輸送中に逃げ出しています。そんなカンナでラーズグリーズ隊はバートレットのユークトバニア脱出を援護。バートレットとニカノール首相、それからバートレットの元恋人ハートブレイクのお相手であるユークトバニア陸軍少佐のナスターシャがケストレルに乗船します。総員戦闘配置、前方にユーク艦隊。敵艦隊18隻、本艦隊の進路を塞ぐ形で布陣しています。ユーク艦隊の諸君、私は君たちの政府を代表する国家首相ニカノールがこのケストレルか？イエス、ケストレル。オーシア空母ケストレルの艦上にいる。我がユークトバニアとオーシアの間に友情を取り戻すためだ。我々は再び艦隊各艦に次ぐユークトバニアとオーシアの間には憎悪しか存在しない。兵士ニカノールは敵についた。これを敵と認め、敵艦もろとも海中に没収しよう。しかし司令官、仮にも兵士の言葉です。我々だって理不尽な戦いは止めなのです。戦闘の中止を。我に従う艦は艦隊の前を邪魔するフリーゲート艦人に撃沈せよ。撃ち方始め。元首、あなたは船を立ってください。しかし我々の大統領のもとへ、そしてお二人が手を取り合っている姿をテレビ放送に載せ、世界中に示すのです。こうしてケストレルと一部のユーク艦艇による有志連合が結成。ケストレルを攻撃するユーク軍の脅威は去りました。するとそこにオーシア艦隊が接近。ケストレルは援護を求めたものの、オーシアはケストレルがユーク海軍やスパイであるラーズグリーズと手を組んだと誤認。攻撃をしたもののラーズグリーズに返り討ちにされます。12月30日灰色の男たちが装具から V2 を発射しようとしていると発覚。また、アンドロメダがアークバードや装具に指令を送っていた場所を特定。そこは旧南ベルカ、ノースオーシア州に位置する某 IG 社の実験施設でした。しかし、ブリーフィング中に敵潜水艦からの対艦ミサイルがケストレルに命中。ケストレルは沈没してしまいます。しかし、アンダーセン艦長の指示によりラーズグリーズ隊は発艦に成功します。同日22時、ハーリング大統領とニカノール首相が演説。オーシアユークトバニアの幼少兵に撤退と装具のコントロールパネルを破壊するために南ベルカへと向かうラーズグリーズに加勢するように促します。一方で某 IG 社は V1 核兵器の上等条件にしてオーシアユークトバニアの交戦派の軍人に援護を求めました。ラーズグリーズ連合軍の援護により陸軍はトンネルの入り口を開放。そこからラーズグリーズ隊とバートレット機が侵入。装具のコントロールパネルを破壊します。しかし、地上管制を失った装具はオーシア連邦首都オーレットに向けて落下を開始。まだ日の昇っていない大晦日の6時、ラーズグリーズ隊はオーレットの高速道路から離陸。急ぎ装具へと向かいます。しかし、そこにオブニルとグラーバク、ベルカ人の編隊がダブルで接近。ラーズグリーズの亡霊は敵機を全滅させます。そしてラーズグリーズの英雄は装具を破壊します。歴史が大きく変わるとき、ラーズグリーズはその姿を現す。初めには漆黒の悪魔として、
悪魔はその力をもって大地に死を降り注ぎ、やがて死ぬ。しばしの眠りの後、ラーズ・グリーズは再び現れる。英雄として現れる。こうして環太平洋戦争は終戦。ベルカ人の一連の行動はベルカ事変と呼ばれるようになります。また、某 IG 社の社長は灰色の男たちの秘密メンバーであったことから逮捕されます。しかし某 IG 社は存続。引き続きオーシア軍への武器販売を続けることになります。2011年ハーリング大統領が ISEV 国際軌道エレベーター公社を創設。ユージア大陸南部、セラタプラに軌道エレベーターの建造が開始されます。時系列が前後しますが2007年、長久の軍閥の争いの末、リエイス派軍閥がエストバキアの正当な政府となります。隣国のエメリアはエストバキアへの援助のためリエイス派に支援物資を送ります。しかしリエイス派は支援物資を他の軍閥への弾圧に使用します。これに対抗するため東部軍閥がリエイス派に宣戦布告。この流れに乗り他の軍閥も一斉に勇気。ここからエストバキアは6年間の長い内戦状態に突入します。東部軍閥はベルカから亡命した技術者を使い従順鋼管制機アイガイオンを建造。最終的に東部軍閥の勝利によりエストバキア内戦は終戦。正当な政府となった東部軍閥は内戦時にエメリアがリエイス派に行った援助を無計画な援助と批判。そして2015年8月30日エストバキアはエメリアへと宣戦布告。同時にエメリア共和国首都、グレイスメリアを攻撃します。エメリアエストバキア戦争です。突然の首都への攻撃にガルーダ隊のタリズマンとシャムロックがスクランブル発進。エメリア軍が優勢になります。しかしそこにアイガイオンが接近。さらにエストバキアのエース部隊ストリゴン隊も接近。戦況が覆されエメリア軍はグレイスメリアから撤退してしまいます。また、この戦闘でシュトリゴン隊隊長のビクトル・ボイチェク中佐が被弾、足を負傷してしまい情報部へと転属されます。エストバキアの進軍は止まらずついにアネア大陸全域を支配に置きます。残されたエメリア軍は大陸の端にあるケセド島へと撤退します。ここからエメリア軍の反攻作戦が開始。12月にはケセド島のエストバキア軍の掃討に成功。1月にはアネア大陸への上陸を開始します。また、この頃アイガイオンは空中給油中にレーダー性能が低下すると発覚。2月20日エメリア軍はアイガイオン含む空中艦隊を奇襲。アイガイオンからはシュトリゴン隊がスクランブル発進したもののガルーダ隊によって撃墜。アイガイオンは青い海へ帰っていきました。また、この戦いで戦力を失ったシュトリゴン隊に精鋭部隊のバンピール隊が統合され、イリア・パステルナーク少佐がシュトリゴン隊隊長に就任します。一方でエメリア軍の侵攻は止まらず、3月31日エメリア軍は首都グレイスメリアの奪還作戦を開始。こうしてグレイスメリアは解放され終戦へと向かいます。と思ったら奪還後にシュトリゴン隊が接近。しかし、隊長のパステナルーク少佐は部下を逃がすため一人でエメリア軍と交戦。撃墜されます。こうしてグレイスメリアは解放され終戦へと向かいます。と思ったら夜になると謎の飛翔体がグレイスメリアに接近。飛翔体は複数の巡航ミサイルに分裂、グレイスメリアへと向かいます。しかし巡航ミサイルはタリズマンによって全弾破壊されます。翌日、ミサイル攻撃は東部軍閥が建造開発したシャンデリアによるものだと判明。エメリア軍はシャンデリアの浮かんでいるラーズブリーズ海峡へと飛行。しかし、あまりにも大きすぎるシャンデリアの弱点がわからず有効打を出せずにいます。そこに元シュトリゴン隊隊長ボイチェク中佐からシャンデリアの弱点データをもらったラジオ局の通信が入ります。こうして弱点の冷却装置が破壊されたシャンデリア。砲身を開いての直接放熱を試みます。するとそこにタリズマンが突撃。こうしてシャンデリアは破壊されます。こうしてエメリア・エストバキア戦争は終戦します。少し時は戻り2014年、ユージア大陸にて自由エルジアの活動が再び活発化。これに対し INU 国際停戦監視軍はメビウス1を再び軍に呼び戻します。
2019年、皆さんおなじみ東西戦争が開戦します。で、なんやかんやあって終戦します。一方その頃、南オーシア大陸のレサス民主共和国では長年続いていた内戦が終結。するとなぜか唐突にレサスが隣国オーレリアに侵攻します。開戦直後は技術評価試験飛行部隊ファルコ隊が活躍したものの、空中要塞グレープニルが実戦導入されたことにより、オーレリア軍は首都グリスボールから撤退してしまいます。しかし、グリフィス隊隊長グリフィス1の活躍により、わずか2ヶ月でレサスの敗戦が決定的になります。この頃、エスコン後に登場したアルベール・ジュネットがレサス軍最高司令官ディエゴ・ジャスパー・ナバロがオーレリアからの支援金を軍備拡張に使っていたことを発見。ナバロは国外へと逃亡しオーレリア戦争は終戦します。なお、この戦争はナバロが要する軍需産業が製造する兵器のデモンストレーションを目的としたものでした。2028年、2015年のアリコーン転売にて大きく成長したゼネラルリソース社が人間の神経とつなげて操縦する X49 ナイトレイベンの開発を開始。しかし、ゼネラルリソース上層部はナイトレイベンを棄権し、そしてナイトレイベンの研究所を事故に見せかけて爆破。これにより恋人同士であった研究員ヨーコとディジョンが死亡します。しかし、ディジョンはすでに電脳化に成功しており、彼の意志のみが生き残ります。また、この事件によりサイモンをはじめとするゼネラルリソースの科学者はライバル企業ニューコムに移籍します。この頃ゼネラルリソースとニューコムの営業争いが過激化。両者は施設軍隊を用いるようになります。これに対して UPEO 治安対策機構はプレイヤーを出撃させることになります。企業間戦争です。この戦争ではプレイヤーが秘密結社に移籍したり、挟まっちまったり、仲間の記憶を消したりします。アルアより3勢、攻撃を受けている。なんだと？オーシア軍は我々の手の内にあるはずだ。何者か。やっとまた会えたな。どうだ？もう気がついているのかもしれないが、お前は私によって作られたプログラムだったのだ。そしてこれまでお前が見てきた全ての出来事、この私がお前を AI としてプログラムした全ての可能性、それが私に答えを教えてくれた。ここまでたどり着いたお前は、多くのパターンによって変化し続ける全ての世界で、あの男を完璧に抹殺することができたはずだ。私から陽子を奪ったあの男、デッドコピーとして自分だけは抜け抜けと生き残ったあの男、ディジョン。奴の思考を複製したプログラムの全てを完全に消去してやった。可能性は全て見せてもらった。それではこれから真実の世界へお前を放つことにしよう。さあ、今までの出来事、記憶を全て忘れ、その目でこの世界の現実をしっかりと知るがいい。この世界が誰が何のために作ったものなのか。さあ、あらかじめ仕組まれた物語など存在しない。ゲームを始めよう。